皆さんこんにちは。今回は TOEIC のスコアを585点から785点に上げた時の勉強ルーティンを再現していきたいと思います。朝は7時に起床、白湯を飲んで15分散歩したら1時間音読を行っていました。使用していた教材は金のパッケージで、主にパート3とパート4の音声を利用していました。時間配分としては、最初の15分で音のつながりや発音をチェックし、次の15分で1分ずつ音声を止めて音読、残りの30分で音声を止めずに通しで音読といった流れです。これを1日1問ずつ進め、TOEIC 本番までに全てのスクリプトで30回から40回ほど音読することを目標に進めていました。音読をするときに特に大事にしていたのは、英語特有の音のつながりです。1回目の TOEIC の時には音のつながりについて全然理解できていなかったので、簡単な文章でも今なんて言ったんだろうと迷ってしまい、どんどん置いていかれていました。音のつながりを意識して音読するだけでもリスニングで置いていかれるのをかなり防げるので、リスニングが苦手な人はぜひ試してみてください。続いて8時半からは朝食をとりながらパート7の長文読解の文章を読んでいました。長文読解については週末に精読を行い、平日の朝に英語の語順で意味を取ることを意識しながら読んでいました。ちなみに精読とは、知らない単語を調べたり、文構造を意識したりしながら丁寧に文章を読んでいくことです。意味を理解できていないのに読むスピードだけを上げようと思っても、なかなかスピードは上がらないですし、この単語の意味なんだっけと止まってしまったり、今何の話をしてるんだっけとなって同じ箇所を読み直すことになってしまいます。そのため、精読を行った上で読むスピードを少しずつ速めるということを意識していました。続いて9時半から17時頃までは仕事です。私は在宅のフリーランスで通勤・帰宅時間がなく、仕事時間をコントロールしやすいのはメリットでした。仕事が終わった後は40分ほど散歩をしていたのですが、散歩中は筋フレ、もしくはその日の朝にあったリスニングパートの音声を聞いていました。この時ただぼーっと聞き流すのではなく、単語や例文の意味を瞬時にイメージするよう心がけていました。また、筋フレも金のパッケージも ABC ドというアプリで音声を聞けるのですが、慣れてきたら 1.2 倍から 1.5 倍速で聞くのもおすすめです。もし私が在宅ワーカーではなく通勤が必要だったら、通勤や帰宅時間に音声学習を行うかなと思います。夕食などを終えた後は、主に1時間半ほど筋フレで単語の暗記を行っていました。筋フレは1週目は日本語訳付きの音声、2週目以降は英語のみの音声を利用しながら回転率を意識して読んでいました。また、ただ聞くだけではなく、音声に合わせて英文を読み上げたり、本番前には付箋をつけて復習しやすいようにしたりしていました。ここまで紹介したのは平日のルーティンなのですが、休日は仕事の時間が丸々勉強時間になるというイメージです。休日は時間を計りながら金のパッケージの模試を解き直したり、パート7の精読、パート5の復習を行ったりしていました。パート5については金のパッケージの解説だけではなく、文法書も読みながら理解を深め、間違えた問題を中心に正解・不正解の理由が説明できるようになるまで繰り返し解き直していました。こんな感じで平日は3から4時間、休日は10時間ほど勉強していました。社会人で働きながら勉強を継続するのって大変ですし、そもそも勉強時間を確保すること自体大変だなって思います。私は在宅ワークで時間を調整しやすいので、今回のスケジュールをそのまま適用できる人は多くはないかもしれません。なので、朝1時間勉強時間を確保したり、移動時間に音声学習をしたりなど、取り入れやすい部分だけ参考にしていただければと思います。今回の映像が英語を勉強している皆さんのモチベーションになれば幸いです。それでは今回のビデオは以上となります。Until next time. See ya!